はい、お疲れ様です。今ですね、品川の、陸運局の方に向かってます。というのは、今日ですね、ナンバープレートを、変えちゃおうというところで、普通ね、こうディーラーで、買った時にやってもらったりすると思うんですけど、自分でですね、ネットで調べたらできるってことが分かりまして、自らね、ちょっとワクワクしてるんですけど、ナンバープレートを変えに、陸運局、行ってきますという動画です。前の車の時は、ナンバーが品川の5555っていう、ナンバーでしたと。私5が昔からですね、めちゃくちゃ好きで、そもそもその少年野球の時の、背番号が、5だったんですね。で、今回のプロボックスちゃんにも、5555を、マウントしようかなっていう風に最初思ってたんですよ。あと抽選ナンバーなんで、事前にウェブで申請して当たらないと取れないというナンバーだったんですね。サーフィンやってる人だったらわかると思うんですけど、もうこの波行けっていう時に55、つまり5050、55っていう風に、声かけがあったり、たまにあるんですよ、海外とか行くと。5050もありだなっていう風に思ってましたと。もうめっちゃ悩みに悩んだ末、もう最後は、チャット GPT にどっちがいいっていうのを聞きましたと。そしたら、5555はすごくこう力強いイメージでいいんだけど、ちょっとですね、派手さがあって、目立ちたいみたいな、ニーズがあるみたいなのが書いてあったんですね。で、確かに昔はそういう感覚俺もあったなと。でもやっぱ年を重ねてきて、ちょっとなんか、あんまり目立っていくよりは、ちょっと控えめぐらいの方が自分的にもいいなっていうのはあって、じゃあ5050はチャット GPT 的にどうなんだろうって見たときに、50-50っていう考え方が書いてあったんですよ。これやばいと思って。50-50、その人に対して同じように接する、なんか人間性みたいな、めちゃくちゃいいじゃんっていう風になっちゃって、なんかこうサーフィンの55で行こうと思ってたのが、なんか自分の中でこう50-50の方がもうぐっとハマったっていうか、ね、人に対してめちゃめちゃ上から目線で行く人とか、自分より立場が弱いなっていう人とかに、なんかこう強く出たりする人っているじゃないですか。で、ああいうの正直、なんか見てて気分悪いし、かっこ悪いなっていうのはすごいあった。で、やっぱ自分も時にそういうことを、なんかしちゃう時ってあるんじゃねえかなと思った時に、こうやっぱ自戒の念を持ってじゃないけど、誰に対しても、仕事のパートナーとかに対しても、やっぱ50-50の関係を構築できるように、自分への自戒の念を持って、フラットな人間で行くよっていうのを、なんかもう車のナンバーに入れたら自分自身がそういう風になるんじゃないかっていう風に思ったし、そういう人間でありたいですよねって。誰に対しても、フラットな人間、50-50な人間でいたいよねっていう風に思った時にもうこれしかねえと。というとこで今から50-50、505055をですね、ナンバー取りに行きますと。果たして取れるのか。なんだ今の音。なんか鳴ったぞ。奇跡的にちょっと面白いことになりましたね。工事現場の。なんとかね、ちょっと5050取りに行きたいと思います。行ってきます。今ですね、関東運輸支局に来ました。多分ここで撮るのかな。当日ちょっと撮れないみたいですね。そもそも希望ナンバーって事前に多分ネットかなんかで出すみたいですね。今日ナンバーは取れたんだけど、今日その発行してもらってくっつけることはできないっていうのが今分かったと。はい。私のようにですね、二度手間にならないように、簡単に図にしてみました。希望ナンバーが、なしか、ありかっていうところで、まず分かれます。希望ナンバーがない場合は、当日中に運輸支局に行って、発行してもらって、取り付けまで、行けると。年末年始は、数日かかるみたいです。で、希望ナンバーありの場合、私のケースですね。の場合は、運輸支局の窓口で希望ナンバーを申請するか、
ウェブで申請するか、そして、後日運輸支局で、取り付けが、できると。なので、いきなり運輸支局行っちゃうと、2回ですね、運輸支局に行かなきゃいけなくなるので、手間が、かかるという形なんで、ちょっと頭に入れといた方がいいかもしれません。ちなみに、希望ナンバーありで、かつゾロ目系のナンバーにしたい場合は、ほぼほぼ大体抽選っていう形になります。で、抽選の結果は毎週月曜日、1週間ごとに発表になるという形なんで、例えば水曜日とかに出したら、翌週の月曜日に自分がそのナンバーを取れたかどうかが抽選結果がわかるという仕組みになっています。そして、私も勘違いしてしまったんですが、希望ナンバーありで、抽選番号じゃないから大丈夫だろうと思って行っちゃう人って結構多いと思うんですけど、希望ナンバーが、抽選ナンバーだろうがなかろうが、一回申請をして、後日、発行されたナンバーを取り付けるっていう流れになることは変わらないという形です。ちなみに料金は、5000円、かかったという感じです。2週間後ぐらいに、実際にナンバーが作られて、来るので、またね、来なきゃいけないっていう感じです。やっぱりね、さっきのね、工事現場のドーンって音がね、そういうことだったんだなっていう感じです。しょうがない。ポジティブにね、考えましょう。またね、ちょっと、来る機会もできたんで、ドライブする機会ができたと思えばいいかな、みたいな感じで。はい。今日はね、ナンバープレートをつけて帰ることはできなかったけど、またこれはね、次回、その次ぐらいかな。で、つけた動画をですね、アップしていきたいというふうに思ってます。今後もね、赤裸々にいろいろこう載せてったりとか、できればというふうに思ってるんで、ぜひですね、いいねと思った人は、チャンネル登録だったりとか、グッドボタン、お願いできればと思います。それではまた。